はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私以前ちょっとした裏技を使って屋外の外壁に簡単に外コンセントの増設っていうのをやったんですけども、まあやっぱり屋外ってことで雨とかホコリとかいっぱいあるんでですね、ちょっと気を使って作業してるんですね。でついこの間、家一軒丸ごとポータブル電源で動かす実験をするときに、家を建てた時から最初からついていった外コンセントを使って実験やってたんですけど、よくよく見ると、あ、これやべえじゃんっていうところに気づいてしまったので、ちょっと対策やっていきたいと思います。そして今回取り付けに使った部品や使っている工具なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。いやー、これほっとくと本当にヤバそうなやつなので、逆に今気づいてよかったかもですね。はい、じゃあ何が一体危険なのかなんですけども、はい、これもともとついている 100V の外コンセントなんですけども、この外コンセントってこの縁の部分にゴムの柔らかい素材がついていて、これが密着して防水するような構造なんですね。それから差し込み口も下側にあって、使ってない時はこんな風に穴が塞がるような構造になってます。でこれで防水できているはずなんですけども、はい、横から見ると分かりますかね。外壁がなみなみのデザインなんですけども、その谷のところにですね、めっちゃ隙間ができてるんですね。でただこれ私が知らないだけで、中の方ではしっかり防水している可能性もありますので、ちょっと外してみたいと思います。はい、ではですね、早速コンセント取り外して中がどうなっているのか見てみたいと思います。上下に2つのネジがあるので、これ取り外すと本体が外せますね。はい、これで本体が取り外せるはずなんですけども、よいしょと。はい、これで外れましたね。で今回用があるのは外側だけですので、配線はいじらないでそのままにしておきます。でベース部分がゴムのような部品になっていて、これで防水されてるはずなんですけども、はい、これ自体は壁にはくっついてないですね。やっぱりこのなみなみの部分、中に通じてる気がしますね。ちょっと分かりにくいんで、逆サイドからドライバーを突っ込んでみると、はい、こんな感じでニョキッと出てきますので、あ、もうこれ完全に通通ですね。ダメだこりゃ。でこの凸凹の隙間が中に通じてると何が問題かと言いますと、水とかが侵入してきた時にこの配線が出てきている穴、ここに侵入することができるんですね。でそうなるともちろん家の壁の中に水が侵入していきますので、最悪家の構造材が水で腐っちゃったりするんですね。でもちろんこいつ電気が通っている線ですので、そんなところに水がたまられると非常に危険ですね。でもちろん侵入してくるのは水だけじゃなくて、土とかホコリとか、あと最悪虫とか入ってきますね。それでは外コンセントいじる前に、そもそも外コンセントってどういう構造なのか単体で見ていきたいと思います。というわけで家に設置されているものと同じもの買ってきました。まずは中身分解してみましょう。表からのネジを外すと、はい、このベースの部品が外れます。で取り付けるときはまずは壁にこの部品をネジで固定して、それからこの部品に本体をネジ止めするような構造になっています。でその次にゴム製の部品がついていて、はい、これが防水の役割を担っているものですね。そして本体の中を見てみますと、はい、壁の中から来ている AC100V の配線とアースの配線を接続する箇所があります。でこの裏のゴムパッキンの方よく見てみると、全周シーリングされているような構造になってるんですけど、はい、
この下の1箇所だけちょっと欠けてるんですね。でこれなんでこんな風になってるかと言いますと、内部に水が入ってきちゃったり、結露で水が溜まった時にここから下に抜けるような構造になってるんですね。でベースのプレート装着するとどうなるかと言いますと、側面と上面はパッキンがしっかり効いていて、下面の真ん中にベースの一部分が飛び出るような形で、中に溜まった水がこれを伝って出ていくっていうような構造になってるんですね。よく考えられてますね。まずは防水の下準備していくんですけども、汚れがついているといろいろ不便なのでちょっと掃除していきます。材質がザラザラっていうのもあるんですけども、長年放置されていたので完全には綺麗にならないですね。ある程度綺麗になったら位置を決めるために一旦ですね、これ元に戻していきます。じゃあ次はですね、こいつシーリング剤でシーリングして防水しようと思ってるんですけども、シーリング剤を塗るためのマスキングをやっていきたいと思います。そもそも壁がすっごいデコボコなので、シーリングテープもめちゃくちゃ貼りにくいですね。側面と上3方向貼り終わるとこんな感じですね。で先ほどの内部構造にもありましたけども、下から水が抜ける構造としたいので、今回下面はシーリングしない方向でいきたいと思います。でちゃんとシーリングできてるかどうかちょっと外して確認するんですけども、上面のこの段差のところが綺麗に貼れなかったので、追加でですねもうちょっと綺麗に貼っときたいと思います。次はシーリング剤を塗布していきたいと思います。使うのはこの変成シリコンシーラントで、シーリング剤変成タイプとそうでないタイプがあるんですけども、簡単に言うとですね、変成タイプの方は後から上に色を塗ることができます。で外壁なんで後からちょっと色を塗ることもあるかもしれないので、今回は変成タイプのものを使いたいと思います。では内側に穴を開けて先端のノズルを取り付けます。で先端のノズルは最初は穴開いてない状態になってますので、自分が塗りたい量にちょうどいい感じで適当に切り落とします。で先端もまっすぐに切っていると塗りにくいこと多いので、場所に応じて先っちょの形状を整えておくと便利ですね。コーキング剤本体の準備ができたら、これをですねコーキングガンにセットします。これはもう何も考えずにレバーを引いてガチャッと装填するだけですね。でこいつちょっと安物のコーキングガンで安定性悪いんでですね、こうやって後ろの方にですねテープ巻いてちょっと固定しておくと経験上使いやすいです。では早速塗っていきましょう。で体裁は後から整えますので、一旦しっかり防水できるようにちょっと多めの量をですねぐちゅっと塗っていきたいと思います。これくらい塗っておけば大丈夫かなと。であとは本体を取り付けて整えていくんですけども、
あ、やべ。本体の方にマスキングテープ貼るの忘れてた。というわけで本体の外周にもマスキングテープ貼っていきます。はい、今回は下面塗らないので上と横だけで OK ですね。ちなみに塗った箇所見てみるとこんな感じで、後から整えるつもりで塗ってるのでめちゃくちゃ汚いっすね。ここはどうせ見えなくなる部分なので結構適当で大丈夫です。ではシーリング材を塗布したところに本体を取り付けていきます。なんかこの瞬間って何回やってもやっぱりドキドキしますね。はい、装着するとこんな感じなんですけども、はい、至る所にですね中からぐにょって飛び出してきているので、飛び出してきた部分を指で整えます。でヘラとか使ってやることもあるんですけども、こういう複雑な場所だとですねヘラの方が難しかったりしますので、こうやって指先でやった方が実は綺麗になったりします。おう、指先使ってもこの凸凹はなかなか難易度高いですね。シーリング材整える時のコツは、あんまりやりすぎるとですね墓穴を掘っていくので、ある程度のところで見切りをつけるっていうことですかね。はい、シーリング材塗り終わったら仕上げにこのマスキングテープを剥がしていきます。で剥がす時もですねゆっくりためらいながら剥がすんじゃなくて、シーリング材から離れる方向に潔く剥がします。で途中でテープをたるませちゃうとだいたい意図しないところにべちゃってくっついちゃって汚くなっちゃうので、覚悟を決めて一気に切れちゃった。下側がまだ生きてますのでこっち側から剥がしますと、はい今回は切れなかったですね。それでは逆サイドも剥がしまして、よいしょと、最後に本体側のマスキングテープも剥がしていきます。はい、ちなみにマスキングテープを剥がすタイミングはシーリング材が固まる前、結構塗ってすぐに剥がします。はい、では完成したシーリングどんな風になったのか見ていきたいと思います。で側面ですけども、ちゃんと凸凹の隙間にシーリング材が詰まっていて、最初にあったような隙間は見えなくなってますね。上側はですね比較的平らな面にくっついてますのでほとんどシーリング材見えないですね。ただちょっとシーリング材の色のチョイスをミスりましたかね。だいぶ外壁が汚れてくすんでるので、もう少し淡い色合いをチョイスした方が良かったかもですね。ともあれこれでしっかり防水ができるようになりました。通常の 100V 用コンセントは終わったんですけども、電気自動車充電用の 200V コンセント、これもあるんでですねちょっとバラしてどういう風になってるのか見てみたいと思います。でそんな構造変わらないと思いますので、おそらくこっちも全然防水できてないんじゃないかなと予想してます。でこっちはですね普通の 100V コンセントと構造が違っていて、まずは下のですねネジを取りまして、ここの隙間にマイナスドライバーを差し込んでグリグリやるとですね、こんな感じで上蓋の部分が分離できます。下のネジは後から外すでもよかったな。そして出てきた上のネジを緩めて、これで取り外すことできますね。では 200V コンセント中どうなってるのかと言いますと、なんじゃこの白いのは。明らかに人工的に作ったものじゃないようなものが映ってますね。この右上ちょっと拡大してみますかね。これ絶対昆虫の何かですね。っていうか冒頭に隙間空いてたら虫とか入ってきちゃうじゃんって言ってたんですけど、こっちのコンセントもうすでに侵入された後でしたね。
いや、パイプを使って家の中まで侵入してなかったらいいな。で、こんな白いふわふわがこんなとこにありますと、何かの拍子で火花が散ったりすると簡単に燃えてしまうので、ちょっと虫には申し訳ないですけど取らせていただきます。はいはい、除去したこの白いふわふわなんですけども、中にピンク色っぽいつぶつぶ見えますので、おそらくこれ昆虫の卵ですね。ちょっとこれもし何の卵か知ってる方いらっしゃったらですね、コメント欄で教えてください。ではこっちもですね、先ほどと同じ手順で掃除をしてシーリングしていきたいと思います。掃除が終わったら一旦本体を戻してマスキングしていきます。はいはい、マスキングが終わったら次はシーリング剤の塗布ですね。まあ同じメーカーだけあって基本的な構造は 100V のコンセントと同じような形になってますね。ではシーリング剤塗布が終わったら本体をネジ止めします。で次ははみ出したシーリング剤を指できれいにしていきます。では仕上げにマスキングテープを剥がしていきます。ではどんな感じになったかと言いますと、はい、ちゃんと凸凹が埋まって水が入らないようになってますね。心なしか2回目なのでさっきより綺麗にできてるような気がしますね。これで虫も入らないはずですね。ではカバーを戻していきます。はい、カバーを戻すとこんな感じ。この下側の蓋もはいこんな感じでちゃんと動きますので問題なく防水処理完了しました。はい、というわけで外コンセント外壁の形状によっては放置していたらまずいっていうことが分かりましたね。で結構細かい隙間なんですけどもそのまま壁の中にですね虫とか水とか侵入すると家の構造材にダメージを与える可能性があるのでこれは放置しない方がいいですね。で今回ちょっとバラしてからやったので難しそうだなって思った方もいらっしゃるかもしれませんけども
実際ばらさなくてもですね、周りからシーリング剤塗るだけでも防水できますので、とにかくすぐに簡単に防水しときたいっていう人はそのままやってもいいかもしれないですね。あ、そういえばこれ外コンセントだけじゃなくて外にスイッチもあったな。でどうなってるかと言いますと、はい、ここもがっちり隙間空いてますね。っていうかここの裏の方がなんか嫌な予感がするな。というわけで続きます。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。